宇宙ロジスティクスとかスペースロジスティクスっていうのは、今後その人類が宇宙にどんどん進出していく中で、行って帰ってきて終わりではなくて、行って何かしらその長期的なアクティビティをして帰ってくる。でそれに対してどんどん補給物資が届いて、帰る人は帰ってみたいな、そのサイクルが一つ生まれるっていうことが重要になってくると思っていて、どうやってその物を飛ばすかということだけではなくて、その観点とどういうふうにいかに物流を考慮していくかっていうことを組み合わせようっていうのがスペースロジスティクスの大きな括り。アカデミアとインダストリーのギャップを埋めるためにどうしていくべきか、そもそもなんでそういうギャップが生まれているか。一番あるのはアカデミアでやっぱり研究をする論文を書くにあたって新しいことをしないといけないっていう外圧がすごいかかっている。新しいことと解かなきゃいけないことっていうのは必ずしも一致しないというか、一致してくれたらいい論文になると思いますけど、必ず新しいことをやるのになぜそれが必要なのかっていうことをちゃんと主張しないといけないと思っていて、それをしない論文が本当に多いですよね。やっぱりダイナミクスの話って割と出来上がってるものっていうふうに思われるとは思うんですけど、まだ展開できる部分ってあるんですかね。月空間での、ランデブードッキングのニーズがすごい高まってきていると思っていて、地球月宇宙機の3体問題の、周期回になるような軌道上でのランデブードッキングっていうのはまだあんまり実証できていなくて、でゲートウェイとかを今後作っていく上ではものすごいそれが重要になってくるっていうのは間違いなくて、でそれの流れとしていかに地球でできていたことを今度月の周りでやるかっていうことはまだまだアテンションが集まる話だと思います。ダイナミクスは本当に終わりがないと思っていて、世界がどうであるかを記述する分野じゃないですか、ダイナミクスって。よりフィデリティがあって、より簡単でよりシンプルな表現手法があれば、それを取らない理由は間違いなくない。これをもっとちゃんと掘っていって、新しい表現手法みたいなことを確立するっていうのは本当に重要な研究だと思ってます。今回のエピソードではスタンフォード大学博士課程に在籍中の田久保裕二さんをゲストにお迎えしました。田久保さんは宇宙力学、不確定性下での最適化、宇宙ロジスティクスといった分野を研究されています。その前は東京大学に短期滞在した後、ジョージア国家大学に進学し、NASA JPL で2度のエンターンを経験。その中で2024年10月に打ち上げられた木星の衛星エウロパ調査ミッションエウロパクリッパーの軌道設計に携わった実績は注目されています。公式な記録はないものの、日本人の外国人学部生が NASA で働いた前例はないと思われ、まさに先駆的な存在と言えるでしょう。彼の研究に対する真摯な姿勢と問題解決に挑む姿には非常に大きな刺激を与えられます。それでは早速どうぞ。スペースロジスティックスに高校時代から興味がある。そうですね。ってことで、はい、スペースロジスティックスって何ですかっていうところをお願いします。はい、宇宙ロジスティクスとかスペースロジスティクスっていうのは、今後人類が宇宙にどんどん進出していく中で、例えば今月面に帰るっていうアルテミス計画が各国協調で進んでますけど、当時例えば1970年代60年代にあったアポロ計画っていうのは、1機の宇宙機が月に行って、で変な話アメリカの旗を立てて帰ってくれば、それで一つのミッションとして成立していたわけですよね。でも今2030年代を向けて月開発をしていく中で、どうしても長期的に滞在するであったりとか、より都市圏を生成するみたいな思想が出てきた時に、いかにそれを効率よく開発をしていくかみたいな、いかに長期的に開発をしていくかっていう視点が重要になってきていて、要は行って帰ってきて終わりではなくて、行って何かしら長期的なアクティビティをして帰ってくる。でそれに対してどんどん補給物資が届いて帰る人は帰ってみたいなサイクルが一つ生まれるっていうことが重要になってくると思っていて、でそれをするために従来の例えば航空宇宙のエンジニアがやっていたどうやって物を飛ばすかということだけではなくて、その観点とどういうふうにいかに物流を考慮していくかっていうことを組み合わせようっていうのがスペースロジスティクスの大きな括りの話ですね。1個のミッションだけじゃなくてミッションが何個もあって、そのミッションの中の配置、物資の補給の仕方とか、あと人員の配置の仕方とか、どのタイミングでインフラを送るかとか、そういうのを
全部含めてロジスティクス。そうですね。うん、一番最初はその MIT で2010年ぐらいに、そのいかに人を効率よく月に送るか、その物資とともにインフラとともに送ってどれぐらいの頻度で人を返すかみたいなところから始まった分野なんですけど、これはもともと例えば火星に人を送るとか、月に1回補給基地を置いてその火星に送る。その月は氷が取れて、水がその水素と酸素に電気分解されて、要はロケットの燃料になり得るので、例えば月に行って補給をして、で火星にそこから行くだとか、片道切符で片道分の燃料を積んで月に行って戻ってくるみたいな人のアクティビティが中心だったんですけど、最近は例えば衛星コンステレーションの配置だとか、もっと例えばランデブードッキングを含むような軌道上のサービスに対しても同じようなコンセプトが使えるよねっていうことで、どんどんアプリケーションの幅が広がっている分野ですね。やっぱ月の資源とか火星の資源っていうのが重要になってくるんですかね。そうですね。特に一番最初に人々が宇宙ロジスティクスをやりたいって思っていた理由は、まず月の重力が弱いので、もしかしたら月から火星に行った方が地球から火星に行くよりも楽かもしれないっていう話と、その火星なり月に直接的な資源があるかもしれない。それは水かもしれないし、もっと例えばミネラルかもしれないし、そういうのを有効活用していくことで、長期的な滞在ができるんじゃないかっていうことがモチベーションの一つでしたね。これで研究論文も出されてますよね。はい。Multidisciplinary Design Optimization Approach to Integrated Space Mission Planning and Space Design で、この論文が僕ちょっと読んだんですけど、スペースロジスティックスのごめんなさい、スペースミッションのプランニングと、はい、あと宇宙機のデザイン、はい、この2つの問題を同時にオプティマイズしましょうっていう内容ですか？はい、そうですね。それが、この論文の中で課題としているところはやっぱ実際の宇宙ミッションとかそれこそロジスティックスの、全キャンペーンの中でやっぱ結構課題になってるっていう認識がコミュニティであるんですかね。そうですね。例えばこれは多分地上の物流と比べるとすごい分かりやすいと思うんですけど、今もう高速道路がものすごい地上で整備されていて、ある程度トラックも形が決まっていて、いろんな種類のトラックとかがありますけど、大体みんな同じようなサイズだったり、例えばタンカーのコンテナとかも同じようなサイズじゃないですか。で一方で宇宙機ってまだまだそこの分では弱くて、規格が統一化されていなかったり、まだまだこれから宇宙機をどうやってデザインするかっていうことにある程度のフレキシビリティがあるっていう中で、一番最初に機体の初限を決め打ちしてしまって、そこから物流の配送計画を立てるっていうのと、これを一緒にそもそも物流のネットワークがどのように組まれるべきで、それに対応するような宇宙機のデザインをどうするかっていうのを統合して考えることで、最終的には一番やりたいのは要は離散的な変数をそれで買いに行く。宇宙機の初限っていうのはすごい、例えば微調整が可能なものですけど、例えばこれが順々に伝播していくことで、10回必要だった打ち上げが9回になるとか8回になるみたいな。で、そうするとコストが一気にガンと落ちるわけですよね。でもそのプラス1マイナス1みたいな離散的な変数をどういうふうに最適化できるかっていうと、この元をたどってすごいこの宇宙機の初限とかを微調整してあげることが最終的にはこのコストをガンって下げることにつながるっていうことがその設計思想としてあるんですよね。なるほど。その離散的っておっしゃってるところがまさにミックスインティジャープログラミングのところですよね。そうです。そっか。打ち上げ回数はもう 0.5 回とかありえないから。そうです。その打ち上げ回数を減らすためにも、そうです。宇宙機の、今回多分、オプティマイズしてるというか、取り上げ使ってるのはマスというか質量、そうですね。ただ離散変数って世の中に多分いっぱいあって、もちろん宇宙機は1機2機ですし、例えば打ち上げる日数とかも、例えば今日打ち上げるのか明日打ち上げるのか明後日打ち上げるのかとか、どれぐらい打ち上げに対して遅延が起きるかみたいな、これも何日かける1日の運営費というか、例えばロケットの燃料を冷やしておかないといけないみたいな、なんていうんですかね、滑らかに伸びていかない1日ごとにタクシー料金みたいに上がっていくものって結構いっぱいあって、でそれをなるべくサプレスする、なんていうんですか、下げるっていう質量かもしれないし、最終的には単位は円であって、ドルを最小化したいわけですよね。でそれをうまいことやれないかっていうのが
その大きく考えている問題ですね。面白い。もともとこの分野に興味を持ったのはなんでなんですか？その高校生の時に、うんまあもともとすごい昔から宇宙は興味あったんですけど、うん高校生の時にまあ海外の学部を受験するってなって、で、まあ、いろんなアメリカの大学のそのウェブサイトとかを見ていて、で宇宙ロジスティクスという分野に出会って、結構宇宙やってる人ってもともとロボットが好きだとか、その目の前にある何か動いているものが楽しいみたいな人がだんだん宇宙に目がいって宇宙機作ってるっていう人がすごい多いと思うんですけど、なんか僕の場合は結構逆で、一番最初になんていうんですかね、社会構築をどうするかみたいなことにすごい興味があって、要はシステムをどう作るかみたいなことにものすごい興味があって、でその中で宇宙ロジスティクスっていう分野を見て、あ、これは面白いっていう風になったんですよね。未だに思うんですけど、宇宙機単体に興味があるというよりは、宇宙機同士が有機的にどうインタラクションを起こすかみたいなことにすごい興味があって、そういう意味ではすごいそこからなんていうんですか、物流に近いような、まあ、研究を航空宇宙の分野でするっていうような、その興味の流れになっていきましたね。なるほど。今まあ僕も正直興味としてはちょっと違うんですけど、ものにもともと興味があって、もうロボットとかに興味があってっていうのではなくて、私は素粒子物理とか、はいはい、コスモロジーとかから宇宙に入って、でそれでエンジニアリング面白いなってなったんですけど、やっぱ今接している人の周りの中で多いのはロボット中心とか、っていう人が多くて、やっぱシステムデザイン的な考えを持っている人、もしくは、まあ変な言い方ですが、文系みたいな、はいはいはい、そういうマインドセットの人はあんまりいないですか？あんまりいないですね。今スタンフォードで博士をやっていて、スタンフォードの航空宇宙ってすごいロボティクスが強くて、それの影響もすごいあるんだと思うんですけど、やっぱり目の前にあるエージェントをどう賢くするかみたいなことにもみんなものすごい興味があるなっていうのはすごい思っていて、そういう意味ではレアキャラといえばレアキャラですよね。なるほど。じゃあもうちょっと将来の話を。はい。今は実際にそのスペースロジスティクス、まあ、論文で書かれているようなことを実装するまでにはなかなか至ってないとそうですね。思うんですけど、10年後とか20年後、宇宙全体の、まあ、地球も含めて、太陽系の中でのロジスティクスってどういう様になっているかとかってイメージ持ってたりしますか？一番最初にロジが入ってくるのはおそらくというか多分もう入ってるんですけど、例えばスターリンクとかコンステレーションのそのマネジメントに入ってくると思っていて、あるいはもう入ってきていると思っていて、例えばその数千機あるその衛星をどういうふうに誰といつどの基地局が通信をするかみたいな話であったりとか、宇宙機同士でその宇宙機 I と宇宙機 J がどのタイミングでコミュニケーションを取るかみたいなことっていうのは、まあ完全にこれ宇宙ロジスティクスの問題なわけですよね。で、今までの多分既存の物流の問題に、いわゆる宇宙のまあ特有の例えば軌道力学みたいなものが入ってきて、すでにこれは実装されつつあると思っていて、で、無人でいうとこれの多分ネットワークがどんどんつながっていく。最終的には例えば今いくつか構想も出てますけど、衛星がまあ宇宙にいて、例えばドローンみたいな例えば飛行機であったりとかがこれのまあ中継役みたいな感じで、これをまあ例えばサーベイランスとかをして、でグラウンドの基地局があって、で船があってみたいな、これが全部まあネットワークとしてつながっていくみたいな、でそれで通信なり観測なりをするっていうのは多分どんどんここから10年後には出てくるリアルな宇宙ロジの話だなと思うんですね。で一方でさっき言ってた月に行くみたいな話はなかなかまだその実現が難しいと思っていて、もう少しスパンを長く20年とか作らない、20年とかを見ないと、特に人が絡む話は友人はそうですね、20年とかを見ないといけないのかなっていうふうには思っています。なるほど。そうですね。面白い。そっか、さっきの話ではっと思えたのは、宇宙のロジスティックスにもやっぱドローンとか船舶とか結構地球上のロジスティックスというか、まあ、情報交換ネットワークもかなり効いてくる。そうですね。宇宙だけで完結するとは全く思っていなくて、あくまで
要は輸送空間を拡張するっていうのが今宇宙開発がそのやっていることだと思っていて、その、まあ、陸海空ってその輸送、要は輸送領域が増えてきて、我々がその物理的にそのなんていうんですかね、滞在できる空間が増えてきて、でその中で今宇宙がようやくその扉がこじ開けるかこじ開けられないかみたいな話になっていて、結局宇宙が単体で成立するんじゃなくて、もっとその人の暮らしを豊かにするために宇宙というドメインが貢献するぐらいの認識だと思うんですよね。なるほど。初めに宇宙に持っていくべきものはやっぱ物ですか、それともエネルギーですか、それとも情報ですか？ついこの前Y コンビナーターっていうベンチャーキャピタルがルメンオービットっていう宇宙でデータセンターを作るっていうスタートアップにものすごいお金を入れていて、で一番最初に来るのはおそらく情報だと思っていて、要はまだ人が行けるか行けないかっていうことの瀬戸際の中で、まずは今ある宇宙機を使ってないし、その無人の施設を使ってその特定の簡単なロボットアームを使った実験をしたりだとか、情報のやり取りをその加速させるようなその働きを担ってくれる宇宙機たちが最初出ていくのかなっていうふうには思っています。で人がどんどん進出すると、ようやくその、エネルギーであったりとか水みたいなものが入ってくるわけですよね。でもそういうのってすごい重いので、割に合わないといえば割に合わなくて、あとはその人がどれぐらい進出でしたいかっていうことにも関わってくるのかなっていうふうには思ってますね。そういう意味で結構一番最初有人宇宙開発を見てすごい宇宙やりたいなと思って入ってきましたけど、もうこんだけ業界に長くいるとだいぶそれは冷めてくるというか、もう少し現実的にどういうふうに宇宙をこの先例えば50年ぐらいで使えるかなっていうことはよく考えていることですね。面白いですね。僕も月に開発に行く時とかってやっぱアポロみたいにまずランダーを送るっていうこともありし、月の周回をしておいて情報収集しながら、ネットワークまず構築してから、その月面の活動をサポートできるような体制にしてから、開発するのかなっていうイメージも。そうですね。それは間違いなくそうだと思います。もう一本書いた宇宙ロジの論文だともまさにそういう話をしていて、先に物資をどんどん送って、その5年後ぐらいその後5年間ぐらいかけてどんどん水なり鉱物なりを採掘してくれて、でだんだんその4年目とかになるとその地球から月に持っていくものが減っていくみたいなキャンペーンが作れると、一番理想的ですよね。機械学習、はい、もうちょくちょくやられてる感じ。そうですね。あんまりめっちゃやりたいって思ってたわけではないんですけど、なんかうまいその引き合わせでやることが多いですね。やっぱ宇宙機も結局ロボットの一種。そうですね。エージェントの一種なんで、僕が思ってるのは親和性はそんなに悪くないかなと思ってて、なので個人的には将来は、人工知能とか AI とかを使わない宇宙機はほとんどなくなってくるだろうなっていう感じはあるんですけど、どう思いますか？間違いなく宇宙機の AI 利用は進んでいくとは思っていて、ただやっぱりすごい重要なアスペクトはおそらくどういうふうにやっぱり安全性を保証できるかみたいな話であったり、それをどう説明可能な形で意思決定ができるかっていうことだと思うんですよね。で結局例えば人が運営して人が乗ってっていうことをしている以上、必ずしも機械が考える最適で現実的にそれが最適だったとしても、そういう意思決定ってあんまり重要じゃないと思っていて、どちらかというと人間がそれを運用する上でちゃんと理解できる形でその AI が意思決定をするっていうのが非常に大事だと思うんですよね。でもしそうでなかったとすると、それが再現可能であるかっていうことがすごい大事だと思っていて、例えば用途はいろいろあると思っていて、一番最初に機械学習に関わったのは宇宙ロジスティクスのコンテクストで、例えば10年間のミッションを考えましょうみたいなものに少し機械学習を取り入れるみたいなことをしていて、でそれは要は瞬間的に決めないといけない意思決定ではないじゃないですか。要はプランニングなので。これがいいんじゃないっていうのを機械学習が言ってくれた後、いくらでもそれを再現して要はバリデーションする幅があるわけですよね。
で一方で自動運転みたいな方に AI を使うってなると、その今瞬間でしている意思決定がそのいかに安全でっていうことが人間の目にとってその分かるものでなきゃいけないっていうことのギャップをどう埋めるかっていうのが後者だとすごい面白い課題だなというふうには思ってますね。エクスプラナビリティというか説明可能性のところ、間違いなくそこが大事になると思います。なるほど。トランスフォーマーを使った軌道設計の、論文出されてますけど、それもまさにもともとの論文はトランスフォーマーを使って軌道設計しますよっていう論文で、それをアドバンストっていうかエクステンドして、その信頼性というかを見るための条件をつけてる。そうですね。そのいかにその例えば現実的なそのパスプランニングであったりとか、その軌道設計っていうのはものすごい多分制約が多くて、いろんなことを考慮しなきゃいけない中で、そこに対してそこそこいいその解を機械学習が見つけてきてくれる。でその上で我々が信頼できる、例えば最適化って数理最適化っていう手法を使って、そこに対してそのいいバックアップをつけてあげるっていう、この二段構えの構造がすごい大事だと思っていて、どちらかというとコアとして大事なのはトランスフォーマーがどうこうとかいうことではなくて、その例えば何かこれからも多分いろんなアーキテクチャが出てきて、トランスフォーマーすごいもう完成されつつあると思いますけど、エコシステムとして何かしらの、例えばそれを時系列の予測してくれるようなものに対して、そこに対していかにその我々が今までその100年ぐらいかけて積み上げてきたもので、その信頼性をその整えてあげられるかっていうことがすごい大事なことなのかなというふうには思いますね。ちょっとその論文の、数式のところもちょっとかじりたいんですけど、僕が見てうわすごいなと思ったのは、チャンスコンストレイント、あんまり見たことなくて、であれは、確率分布がある、その確率変数がある条件を満たす確率が、一定以上であるみたいな制限をつけて、チャンスコンストレートと名付けてるってことですかね。そうですね。確率的な条件制約を満たすっていうようなものがチャンスコンストレイントで、例えばその一番わかりやすい話としては、土星に宇宙機を送りたいとかなった時に、その宇宙機がどこにいるかっていうのは結構大きな問題で、そのどこにいるかっていうのを例えばそのピンポイントで当てるっていうのは基本的に意味がない、あるいはそのしてもしょうがないことなんですね。なんでかっていうと、すごい遠いくてカメラのセンサーの性能限界とかもありますし、常にその僕らが見てるものにはノイズが乗っかっているので、結局それをどうやって表すかっていうと、ある程度の確率分布としてそこに存在しているみたいな表現の仕方をするんですよね。でそれが数式的に言うと共分散行列であったりとか、そのいわゆる楕円形の形をした、なんとなくここら辺にいるよねっていうもので表されるわけですけど、じゃあそこに対してその行っちゃいけないエリアを指定したいときに、この例えばここにいるでしょうっていう期待値、真ん中の点だけに対して制約をかけてもしょうがなくて、要はこのふわっとしてるそのここら辺にいると思うっていうものに対して、でもこのふわっとしているものがなるべく全てこの境界から出てほしいだとか、このエリアに入ってほしくないみたいなことがあるわけですよね。で往々にして確率分布って、特に宇宙系で使う確率分布って正規分布で、正規分布はその基本的にアンバウンデッドというか、その無限にその飛ばしても確率がゼロにならないので、 100% の確率でその例えばここからこっち側に来てくれますっていうことを言うのはできなくて、それの打開策として 99.99% ここにふわっとしているやつはこっち側にいますっていう形で、最適化をかけるわけですよね。もう本当にいろんな論文を出されてて面白いなと思ってて、サタニアンシステムのあれ見ました。ありがとうございます。めちゃくちゃ綺麗な、見てて美しいな。いや本当ですよね。あれはお気に入りのペーパーですね。いや設定は土星の、衛星の中で、一番大きいサターン一番タイタンからエンセラドスに、行くのに、その間に何個か
衛星があると思うんで、その重力のグラビティアシストを使ってそうです大気動設計する。そうなんです。それがすごい難しい問題で、簡単に言うと、N 対問題を解くっていうことになるわけですよね。で、大きなモチベーションとしては、ちょっと細かい軌道の話になりますけど、軌道力学を学んだ人が一番最初にやる、ここからここに行くときにホーマン軌道っていう、ホーマントランスファーっていうのがあって、ピュって点から点に対して、そのトランスファーをかけるみたいな。直接要は、だから、土星の圏に入った時に直接エンセラドス、すごい土星の内側にあるんですけど、に行くっていう手法が一番ベーシックな方法で、でもこれだとものすごいエネルギーを使う必要があるんです。要は、一番最初、そこにターゲットするときにものすごいまず燃料を吹いて、で、そこにエンセラドスにその位置が交わったときに、要はブレーキをかけないといけなくて、それもものすごいその燃料が必要と。で、それを土星でやるとものすごい都合が悪くて、なんでかっていうと、そもそも地球からものすごい年月をかけて、その燃料を使ってその土星に行っているので、その土星に着いた後にものすごい燃料を使うとなると、それに応じて土星に入った時に作らなきゃいけない宇宙機の大きさがものすごい大きくなって、ということはそれの7年前に7年間そこに行くまでクルーズできる燃料をさらに積むってなると、指数関数的にその宇宙機が大きくなっていくんですね。なので、その土星に着いた後の最終フェーズで燃料をものすごい抑えるっていうのがすごい大事。で、そうするとミッションデザイナーたちが、要はいい仕事場になるわけで、いかにそのコストを抑えていけるかっていうことが大事になるわけですよね。さっきのスペースロジスティックスの話と、今ちょっと聞いてて、どうなるんだろうなと思ったのは、土星の周りに、そういう資源とか衛星の燃料になるような、衛星が、もしくは、土星と、火星の間にアステロイド帯があって、あそこの資源とか使うともうちょっと燃料補給できたりするんですかね。どうなんでしょうね、可能性としては全然あるんじゃないですか。オペレーションがすごい難しいっていうのは間違いなくて、というのも土星に行く瞬間に、要はものすごいエネルギーをつけて地球からスリングショットをしてあげてるので、交わったタイミング多分ものすごいエネルギーが相対的にその宇宙機がものすごい速いんですよね。それを減速してその小惑星とランデブーをして燃料を回収してさらに行くっていうことにトータルのベネフィットがあるかっていうのは結構気をつけて計算しないといけないことなのかなっていうふうに思います。ただそれがあまり見たことないので、そういう検討をしているのは、もしかしたらすごい将来的には面白い話になってくるかもしれないですね。誰もやったことない、もしくは実は考えてる人はいるけれども、そんなに効率よくないかもしれないってことですよね。そうですね、ただアイデアとしてはすごい面白いと思います。なるほど。土星ってそもそも衛星めっちゃありますよね。あります。確か150ぐらいありますね。はい。で一番中心に近いというか土星の土星に近いのがあれですか、エンセラドスが2番目とかなので。そうですね。147か8ぐらいあると思うんですけど、その中ででもほとんどはもうなんか塵みたいなサイズのもので、もういわゆるハイブサとかが言ったような小惑星のサイズとかのものまで回ってるんですね。でその中で行く価値がある星っていうのと、もう一つ例えばどこかに行きたいと、例えばエンセラドスに行きたいとなった時に重力天体としてちゃんと重い十分な質量があるっていうのが今言ったような、例えばタイタンからディオニテセスみたいな感じでいくつか衛星がありますけど、結局それで5つぐらいが残るっていうのが、その現実的にミッションデザイナーが気にするパートなんですよね。重力場を持つかどうか、もちろん全部あると思うんですけど、十分大きくないとそもそも近づくのが相当難しくなるとか。そうですね。そういうことですかね。近づいたと、要は重力、他の天体を使った重力のスイングバイって言われるもの、フライバイって言われるものは、結局これが重ければ、重力天体が重ければ重いほどいっぱいエネルギーを交換できて、なんていうんですかね、速度を変えることができるので、要は重くない天体に行っても結局ほぼ通過する
だけになっちゃうんですよね。なのでそこをすごい見てあげないといけなくて、うん、結局それで他の今回僕が使った5点体以外だと、ほとんどもうそれの価値はないっていうのが、ディファクトスタンダードになってますね。重力ウェルというか、はいはい。あれの近づけば近づくほどグインとそうです。加速が得られるっていうイメージで。そうです。はいはい、低ければ低いほどいいんですけど、要はその重力天体に入っていく時のその一番近くなる距離が近ければ近いほどエネルギーを変えられるんですけど、ただあまりにも近いとさっき言ったみたいにそこに不確実さがあるので、例えば上空10キロをかすめてると思っても、実際その地球から観測して上空10キロとかを見るのってすごい難しくて、ちょっと間違って実際は上空5キロとかにいたみたいになると、これでこのままこの天体に巻き込まれちゃうみたいな、このまま墜落しちゃうみたいなこととかもあり得るので、これがまたそのミッションを作るの制約になって、そのミニマムフライバイアルティテュードっていうことになるんですけど、これが何キロまで削れるのかっていうのは、また一つ、そのミッションデザインする時のパラメーターの一つなんですよね。面白いですね。今サタニアンシステムで、はい、惑星と衛星でしたけど、この話って太陽系自体にも適用できるものですよね。そうですね。はい。なので、なんかちょっと見たことがあるんですけど、なんでニアアースオブジェクトができるのかみたいなんで、もともと太陽系界から来てるのに、天王星海王星とかの重力圏、もしくはちょっとこの辺の言葉僕はあんま知らないんですけど、オービタルレゾナンスとかで、徐々に中に入ってくるみたいな、あると思ってて、すごく、今そのサタニアンシステムの話を聞いてて近いなっていう。そうですね。レゾナンスってすごい面白いと思っていて、これはその宇宙機をやってるという宇宙だったり天体力学をやってる人たちが一番楽しめるパートだなと思っていて、すごい一番最初に支配方程式は全部同じなんですよ。で、ちょっと話ずれますけど、高校の時に習う等速円運動の高校物理で習う式があるじゃないですか。でもしかしたら高校でその後地学とかでケプラーの法則みたいなことをやるじゃないですか。で本当にそれしか使わずに太陽系の動きがほぼほぼ全て記述できるっていうのは本当に面白いと思っていて、大学に入ってやっぱり例えばいろんな物理学があって、量子とか、例えば高校で習わなかったことを使わないと記述できない世界がある一方で、特にコスモロジーとかまさにそういう重力場とかの話とかまさにそうだと思うんですけど、一方で天体がものすごい複雑な動きをしているのに支配方程式が本当に一つだけで、そこが絶対に裏切らないっていうのは僕が天体力学を好きな理由の一つなんですよね。なんでそのスケールは違っても同じような挙動が見られるっていうのは間違いなくあって、要は視点を遠くにその太陽系全体を眺める視点を持っていたり、土星にいきなりフォーカスする系を見てみたり、地球にフォーカスする系を見てみたりみたいなので、使う方程式が変わらないっていうのはものすごい綺麗だなって思うんですよね。そのスケールにほとんど依存しないっていうのはすごい、僕が好きなポイントの一つですね。綺麗に抽象化されて、そうですね。美しいですよね、あれはね。ニュートン力学の本当に究極的なことをやってるなっていうのを思いますね。間違いないです。今度は出ていく話をしたくて、はい。人間は今太陽系内のロジスティックとかも考えてますけど、どう思います？太陽系外、人間は出ていけると思いますか？人が行くってなるとなかなか大変なことですよね。インターステラーじゃないですけど、それこそ冬眠みたいなことをしないと多分難しいんだろうなと思っていて、そこに対して行きたい人がいるかっていうことも重要なのかなっていうふうに思ってます。そうですね、そこ結構気になってて、それこそ今外に宇宙に行かなくても仮想空間の方がそうですね、快適だったりするので、人間って本当に自分たちがかなりリスクを冒してまでもフィジカル的に物理的に外に行こうとするのか、それとも、仮想空間みたいなのにどっぷりどんどんそっちを高度高めていって楽しむ世界になってくるのか、どう思いますか？100年後とか、例えば、
例えば変な話ですけど、そのジョージ・オーウェルの1984みたいな、まあ、みんなそのグラスをかぶって、まあ、それでみんな楽しい世界みたいなのは間違いなくその多数派になってくると思っていて、その、まあ、ズームとかもそうですけど、やっぱりみんなが簡単につながれる時代にはなったと思うんですね、画面越しに。でもだからこそ、例えば輸送、物体が動くということに対するプレミアがものすごい上がってくると思っていて、人が実際にその対面であって、その、まあ、何か話をしてみたいなことだったりとか、そのプレミアムがものすごい、そこの付加価値はものすごい上がっていくと思っていて、逆に。で、それはチャンスだと思うんですよ。要は、その、どうしてもやっぱり仮想空間の、その、限界はあるはずで、そこのギャップを埋めるために宇宙に行きたいっていう人が逆に増えるような気はするんですね。で、太陽系外に行くかっていうとまた話は別で、まず例えば無人機で木星とかまで行って帰ってこれる、まずエネルギーを持った宇宙機っていうのはまだ存在しないので、まず例えば無人機で探査機を飛ばして木星から地球に帰ってこれるっていうものすごい大変だと思いますけど、それはどうにかこうにか作れると、まあ、そういう話が現実的になるのかなと思いますね。で、僕がどちらかというと僕の興味が今地球周りにあるのもそれが一つの理由で、その例えば土星とかのその話だとか、去年 JPL でやっていたエウロパクリッパー、木星に行く探査機とかもやっぱり我々が今まで行ったことがない領域にどんどん行くっていうのは間違いないんですけど、それをして人類のまあ、生活が具体的にどう良くなるかっていうことに応答するのがすごい難しいミッションだと思うんですね。で、価値がないかというと全くそんなことはなくて、ついにそれをやる人たちはいるはずで、そこはものすごいリスペクトを持ってるんですけど、じゃあ自分がそれの船に乗りたいかっていうと、そうでもないなっていうことはすごい思っていて、それはすごい、一回例えば、土星とか木星とかの仕事をしたことで、より、なんていうんですかね、話が戻りますけど、ロジスティクスとかへの解像度がものすごいシャープになったなとはすごい思いますね。ロジスティクスとかまあそうか、結局自分たちのこの人間のこの生活にどれぐらい役立つかっていうところが、まあそういう惑星、今太陽系の中で一番人間としてギリギリ到達できるところを設計してみて実際肌で感じたのが人間社会、まあ地球っていう今人間社会への還元みたいなところなんですね。そうですね。その土星とかも具体的な期間忘れちゃいましたけど、到着するの2035とか2040とか2050みたいな話をして軽くしてるんですね。で、エウロパクリッパーも去年やっていた木星に今飛び立ちましたけど、もう今すでに機体が飛んでいるミッションでさえ僕が作っていた軌道は2032から35みたいな話で、まあ遠い先の話なわけですよね。で、まあ、我々が200年生きれるようになるとまたちょっと話は変わってくると思うんですけど、僕がまあ現実的にあとまあアクティブでいられる60年70年を見据えた時にどういう関わり方をしたいかなっていう、まあ、要は社会とどういう関わり方をしたいかなって思うと、必ずしもそことはちょっと違うのかなっていう気もしたりはしますね。なるほど。さっき話の中でユーロパクリッパーとか、まあ、JPL とかかなり面白そうな話が出てきたんですけど、そこに行く前に、太陽系に、まあ、例えば土星に行くにしてもかなり大変、っていうのでグラビティアシストを使うことになると思うんですけど、これグラビティアシスト以外に今もっと増速デルタ V を得られるようなシステムとかって出てこようとしてるんですか？それとも基礎研究でそういう話ってあるんですかね？ニュークレアリアクターを使ったエンジンっていうのはすごい研究が進んでますよね。最近もボーイングかどこかが確かアメリカの政府と契約取りましたけど、ああいうもう抜本的に何かを変える必要が多分あって、もうより早くっていうことを宇宙機に言うと、今大きくまあ例えば水素と酸素とかを爆発させて燃料運動量を得る、まあ、化学推進と言われるものと、もう少し一つ瞬間的な力は弱いけどものすごい効率が良くて、まあ、持続的にクルーズできるような、まあ、電気推進っていうのがまあ大きくありますけど、まあ、どちらも多分まだ何か足りなくて、で、まあ、第3で言われているのがまあ原子力を使ったニュークリアリアクションのまあスラスターですよね。でこれができるとまあアストロダイナミシスト的には
今までやってきた軌道を全部作り直さないといけなくなるので、まあそれは結構楽しいんですけど、まあなかなか技術実証どこまでいってるのか僕もそんなには詳しくないですけど、これができるかできないかは結構、今後100年レベルでどこに行けるかっていうことのドライバーにはなると思いますね。ヨーロッパクリッパーの話で、JPL で、インターンされてる時にヨーロッパクリッパーの軌道設計に関わった、そうですね、本当にラッキーだったと思います。やっぱりフライトミッションに関われて、トータルで5ビリオンとかかかってるんですよね。ドルですよね。ドル1兆弱かかってるミッションなんですよね、確かヨーロッパクリッパーって。で、本当にラッキーでしたね。本当に楽しかったです。ひしひしと伝わってきますけど。そうか、ヨーロッパクリッパーは、まあ、今年多分10月ぐらいに、10月に打ち上がってて、火星フライバイでしたっけ？どっちだ？一番最初火星フライバイですね。はい。火星フライバイと地球フライバイをそうです。はい。で、最終的にヨーロッパに入るのが2030年ぐらい。そうですね。すみません、僕ヨーロッパクリッパーの写真を見て、で、これシステムデザイン的な話になっちゃうんですけど、太陽光パネルがあって、なんかここに棒があるじゃないですか。はいはいはい。あれ何ですか？あれ多分アンテナだと思うんですけど、多分アンテナだと思うんですけど、僕もちょっと詳しくないんで答えるの怖いですね。なるほど。OK です。ちょっと気になって、あの形あんま見たことないなと思って気になって。はいはいはい。木星に、太陽光パネルを持っていくっていうのもなかなか大変なことで、やっぱ遠いので、そこに対して、太陽光パネルを持ってちゃんと電力が獲得できるっていうだけでも、あれは結構すごいなと思っていて、他にも持ってった宇宙機はジュノーとかあるんですけど、あれのシステム設計は本当にトレードすることがいっぱいあるので、大変だったと思います、本当に。普通であればというか、今までのミッションの中で RTG というか、ラディオトランスファーマルジェネレーターが、それがメインとかいう。そうですね。多分カッシーニとかガリレオとかは、多分確かそれを使っていて、なるほど。ジュノーっていう別のミッションが多分初めて太陽光パネルを積むことができたミッションなんですよね、確か。確かに考えたことなかったですけど、太陽光パネルをちゃんと太陽の方向に向け続けない限り死んでしまう。そうなんです、そうです。なので姿勢的にもすごい制約が厳しいですし、土星の裏とかに入る時にどれぐらいの期間その土星の影に入るかみたいなことはすごい気をつけないといけなくて、それは結構普通の例えば火星に行くとかに比べてもう一歩考えないといけない話なんですよね。ヨーロッパクリッパーのその軌道設計されてたと思うんですけど、その中の話で、そういう研究と若干違うじゃないですか。そうですね、ちょっと違いますね。なのでこういう設計してってくるのか、それともこういうコンストレイントがあってその中でミッション、今多分すでに軌道って何個か作られてるんですけど、そうですね、これ改善してみたいなのが、僕が具体的にやっていたのは、多分これ言っていい話なんですけど大丈夫だと思うんですけど、ヨーロッパクリッパーのもういわゆるノミナルのプラン、その予定ではこういきますっていうのはもうものすごいハードに決まっていて、でただここで出てくるのがもしそのヨーロッパクリッパーに不調が生じた場合にどうしようみたいな話が出てくるんですね。で木星って放射線がすごい強いので、重力磁場がすごい強くて放射線もすごい強いので、そこから逃げる軌道っていうのを作っていて、その予定していたところを、要は中止して逃げるっていうその軌道を作っていたんですね。でそれのものすごいざっくりとした問題提起がそこにあって、要はこのままヨーロッパクリッパーが予定通りのクルーズをし続けているのにもかかわらず、化学機器とかがもし使えないとただただ放射能を宇宙機が浴びて要はダメになっていくと。でそれから逃げたいと。で重力天体がありますと、その他に月とかがあるんで、それを使って逃げたいよね、これぐらいのステートメントでじゃあそれちょっとやってみてみたいな感じでしたね。タスク結構漠然としたタスク、漠然としたというか、やる目的は決まってますけど、そうです、目的は決まっていて、多分定性的に言えばハウも分かっていて、何回かフライバイをして逃げるっていうのは決まっていて、ただそれを具体的にどう
デザインするかっていうのは結構オープンな問題で、今までのそのアカデミックな知見ってところから見てもあんまり見てる人がいなかった問題なんですよね。なのでそこら辺をうまくいろんなところを、つなぎ合わせて一個軌道を作るみたいなことをしてました。ノミナルの軌道は、ヨーロッパを、近く通る楕円軌道で、49回ぐらいフライバイをするために探索する。でそのフライバイの、どこかで故障が生じるだったり、っていう場合にその近くに行ってしまうとどっちにしても木星の磁場圏というか磁場圏に入っちゃうから、そこすらもなくしてもっと遠い軌道を描くみたいな。要はその一番その木星に、ヨーロッパもすごい木星側に近い天体で、ヨーロッパに行くということ自体がそもそもものすごい宇宙機が負担になることなんですね。あれですよね、すみません、挟んじゃってすみませんけど、イオンがすごい、活発で、プラズマを出してるんですよね。あ、そうなんですか。確か、イオンですよね。火山はすごい活発ですよね。そうですね。で、それで、ちょっとこれウィキペディアで読んだぐらいの情報ですけど、そいつがそもそも活発でプラズマを出してて、でそれも木星の磁気圏の中に取り込まれていくっていうので。そうです。木星がものすごいオーロラとかが見れますけど、木星って、あれも結局磁場がものすごい強くて、で放射能が強いっていうことなんですよね。それを避けるための軌道設計をしている。そうです。要はそこでどこかしらに逃げてスタンバイをしたいわけ。要はスタンバイモードに移りたいわけですよね。一回そのチェックをして、この故障は治るのかみたいなことをチェックして、それをするためにはものすごいいろんな手間をかけてあげることが必要で、そこもトレードオフなわけです。要は早く逃げたいし、なるべく放射能がかからないように逃げたいけど、でもそういう軌道って大体ものすごい燃料デルタ V を食うので、またこれが多目的空間における最適化になるわけですよね。面白いですね。JPL で使ってたプログラミングって何ですか？MATLAB と Python ですね。それ以外に使ってる人も結構いますよね。そういうわけじゃないですか。基本メインはやっぱ MATLAB、Python。結構これは部署によってもだいぶ違くて、軌道の人たちは MATLAB すごい好きな人が多いですね。シミュリンクでもなくて本当にもうバニラマートラボというか、もうスクラッチでマトラボでものすごいライブラリとかを持っていてっていう人が多いですね。みんな大体 PhD ぐらい、彼らの PhD 中から少しずつその秘伝のタレを作ってみたいな。で、僕も去年一緒に働いてた時に去年のボスのライブラリをちょっとだけ見ることができたんですけど、もうそれはすごいみたいなもう大体全部のことができるみたいなライブラリがもう全部入っていて、これはすごいなと思いましたね。いや、そういう知見がたまってミッション、ああいうミッションにつながってるわけですもんね。そうですね。あれも1個作るのにも15年とかかけて軌道を作るので、全然その同じパスプランニングといっても全然その違いますよね。自動運転的なその今すぐ50メートル先までの軌道を作ってくださいっていうのと、2035年の終わりまで地球から1本つながったそのものを作ってくださいってなると、また話が全然違って面白かったですね。じゃあちょっと時系列的に戻って、学部は、ジョージアテックに行かれて、で学部に行った瞬間からもう研究の道へというか、10年プロジェクトっていうふうにブログの中で書いてましたけど、思ってそういう決意で行ったってことですかね。そうですね。そもそもアメリカに行こうと思い始めたのが、中学の1年か2年ぐらいで、その時はすごいナイーブにNASA に近いしみたいな、ノリでMIT とか聞いたことあって、なんか頭がいい人がいっぱいいそうみたいな、もう本当にそれぐらいのノリで始めて、でただ同時にいろいろ調べていく中で、これはジョージアテックに行った時も実際にすごい見たんですけど、やっぱり外国籍の壁はものすごい厚くて、軍事規制の壁はものすごい厚い分野だし、でそれでやっぱり途中で心折れて他の分野に行くだとか、宇宙を諦める人っていうのはものすごい多いんですね。で逆算をして考えた時に、要は最終的にNASA なり、当時はすごい NASA、JPL 行きたくて、で JPL に行きたくて行くには
永住権グリーンカードが必要で、永住権を取るには一番そのいろいろ調べてリーズナブルな方法はおそらく博士を取ってその研究を要は研究が国益にかなうという形で永住権を取り、そしたらNASA とかに行けるかもしれないみたいな。でその研究をするには博士課程に行くことが必要で、博士課程で研究をするには学部の時から研究をしてた方がいいだろう。でなんなら学部もアメリカに行った方がここからここで次博士に行くのにいいステップになるだろうっていうことを中2中3ぐらいの時に思って、そこからそれをなんですかロールバックして今っていう感じなんですよね。中学もう高校行った時はもうじゃあアメリカの大学と、日本大学も両方受けるっていう。受けました。はい。いわゆる国内海外併願をしましたね。なるほど。その研究の道、学部に入って研究の道に入るってことで、これもちょっと読んだんですけど、初めからやっぱ論文とか読んでるとなかなか理解できない。英語自体は分かるけど、英語の言葉の羅列の言葉の一つ一つの意味は分かるけど、それがつながった時に何言ってるんだろうみたいなのが結構あって、研究論文で一番読んでいく中で、もしくは研究を志すものになっていくっていう過程の中で苦労したのってそういう英語の部分なのか、これ一つに選択できるわけではないと思うんですけど、英語とかあと数学的な脳みそというか、あと数学的な表記になれるとか、あともう一個例えば結局プログラミングってどこでも必要になってくるんで、この辺の苦労したところってどうですか？いまだにすごいどれでも苦労はしてるんですけどそれは別に何ですかね。例えばフィーチャリングのされ方で、例えばジョージアテックに行ってアメリカも6年目でみたいな、もう全然余裕でしょみたいな、こんだけ論文書いてみたいな言われるんですけど、いまだに本当にもうヒーヒー言いながら論文読んでますし、全然やっぱ分かんないこととかもいっぱいありますし、ですごい思い出深いのが、一番最初学部で研究らしき何かを始めて、でメンターの人が、彼が書いたペーパーを入ってくれて、これ読んでみたいなので、結構冗談抜きで読み通すのに2ヶ月か3ヶ月ぐらいかかって、ほぼ1学期全部かかって、で数式的にも英語的にもう何を言ってるか全然わかんないみたいな感じで、そもそも最適化というものに出会ったのもそのところで、もうわかんないことだらけでしかも研究内容としてさらにその上に機械学習を乗っけるみたいな、もう全部てんこ盛りみたいな論文だったので、全然わからんなって思いながら読んでいて、でも大事なのは多分何を分かってないかっていうことをちゃんと一つ一つ細かく分解して考えることはものすごい大事だと思っていて、例えば英語が分かんなくて数式が分かんなくてコンセプトも分かんないと多分、よく分からないっていう状態があって、でもこの中から例えばまず英語が分からないっていうところを切り出して考えると、英語今時チャット GPT に投げて聞いたら多分それは大体分かって、で次数式が分からないっていうことが出てくると、演算の意味を調べるのか、変数の意味を調べるのか、なんですかね、数式的に何が足りてないのか、あるいはどういう知識があるとこれの意味が分かるようになるのかっていうことが分かってきて、でその2つが足されると最終的に筆者が何を言いたいかっていうことが分かるはずで、でもそれでも分かっていないっていうことは多分何かどこかに見落としがあって、でそれを何が分からないかをまた探しに行くみたいなことを、一つ一つものすごい細かくやっていくっていう癖はその時にすごい身についたかなと思いますね。結局何かわからないものに対して問題を分解していって、その一つ一つ、トライして、そのフィードバックを得て、それに対して、じゃあ次どうするかっていうのはイタレーションを繰り返してやっていくというのは、本当にそこはでも皆さんそうだと思いますし、結局はそれをどんどん繰り返すしかないですよね。やっぱり今時 GPT とかでふわっとコードかけちゃったりしますけど、やっぱり自分のなんていうんですか、オーソリティがないというか、なんでこれが出てきてるのかわからないコードって結局どっかで破綻するので、往々にしてそういうのはすごい今でも心がけてますね。さっき最適化っていう言葉とか、あと
そもそも僕も研究論文読んでて思ったのは高校までの数学の比じゃないレベルの、コンセプトというか、ものがたくさんあって、最適化もそうですし、そもそも統計論ってそうですね、僕の高校のカリキュラムで一個もなかったですし、とかで、自分で学んでいく部分がかなり多いと思うんそうですね。で、幸いにして僕もなんか数学ちょっと興味あったところもあって、そういうことを読んでいく中で勉強していて、それ勉強自体が面白いっていうところがあるんですけど、なんかそういうその分野自体に興味がないと、数学とかに興味がないと難しいものですか？それともこの研究論文を読みたいがために、精を出していろんなものを勉強するっていう、やり方なんですかね。博士に来てしまうと後者がすごいあるなと思うんですけど、もっとその分野が広い目で見えて、この分野の例えば数学を触りに行くことが自分の中で長期的に糧になるっていうビジョンがもちろんありますけど、最初のうちは全然そんなことはなくて、もちろん本当に行き当たりばったりで数学とか勉強してましたし、ものすごい僕は結構ものすごい人に聞くんですね。いろんなことを分かんないって言って、去年の JPL でもものすごいメンターに迷惑かけましたし、そういう意味ではただそれが僕なりに思う戦い方というか、分かんなかったらさっさと聞くっていうのは大事だなと思いますし、いやいやでいいと思うんですけど、数学とかも僕も別に全然数学得意だと思ってないですし、なんか数学という分野に興味があるわけではさしてなくて、もうそれでいいと、それで最後綺麗な軌道が書けるならそれでいいかなみたいな、最終ゴールはね。そうですそうです、そこは僕も見失わないようにしてますね。ちょっと話変わるんですけど、博士に入るときにスタンフォードにすごいそこは実は考えたところで、ラボ選びの時に2つすごい悩んでいて、今いるラボともう一つもう少し数学チックな、もう少し抽象的な制御理論みたいな、今やってることのもっと抽象的なバージョンですよねをやるみたいなラボですごい強いラボがあって、でそこにするかすごい悩んで、やっぱりある程度論文読めてくるようになると、なんていうんですか、theorem proof みたいな論文とかは見ててやっぱかっこいいですし、そういう論文いまだにすごい書きたいなと思いますし、いつかはって思うんですけど、自分がやりたいことは本当にやりたいことはそこではないなっていうことをちゃんと思いとどまれたっていう意味では、すごいいい選択、ラボ選びいい選択をしたなと思いますね。その博士の論文の中に宇宙の要素がなかったら自分が絶対に満足できないっていうのをちゃんと自分の中で言語化できたのはすごい良かったなと思いますね。今スタンフォードの、S ラブの今所属されている研究室の話が出てきましたけど、ちょっとそこにアプライするまでの過程、これもうブログで出されてて、なんだっけ、大学院出願米国大学院出願をハックするっていうので、自分がコントロールできる部分をいかに最適化するかっていうところを考えて、アプライされてたんですかね。そうですね。なんかすごいなんていうんですかね、最適化オタクみたいな発想ですけど、やっぱりやっぱ制御できるものと制御できないものは常にあって、世の中いろいろ上乱があるので、そこに目を取られてるとやっぱりうまく動けないし、時と場合によってはその上乱によってうまく自分が思ってたことが思ってた通りにいかないことが間違いなくあると思っていて、でもその中で何が自分が何を意思決定できるのかっていうのをちゃんと分かっておくのはすごい大事だなと思うんですよね。そこのダイヤルが見えなくなると無駄に多分エネルギーを使うことになるので、結構具体的な話になりますけど、今の研究室にアプローチする際に、そのブログの中でも書かれてたのが、情熱を伝えるっていうよりかは、それももちろん大事ですけど、研究者としてもしくは研究室の教授として刺さるのは、自分がこういう研究できますっていうか、研究課題としてこういうのがあると思ってます。で、自分はそういうスキルがあります。一緒にやりませんかっていうので、いうプロポーズをするということなんですけど、実際に行ったプロポーザルというか、高保さんが送ったプロポーザルってどんな内容なんですか？
僕が学部の時にものすごい興味があったのはその不確定性に絡めた話で、要はそのいろんな乗り物であった今宇宙機もそうですけどの中で位置決定をして自分が今どこにいるかっていう、マップを開いて GPS の青い円とかがありますけど、あれをキューって狭くしてそこからパスプランニングをして実際にハンドルを握るって、3ステップ、そのいわゆる宇宙系の単語で言うとナビゲーション、ガイダンス、コントロールとか、自動運転のコンテクストで言うとパーセプション、プランニング、コントロールとかありますけど、ここの最初2つの溝をどうやって滑らかにするかっていうことにすごい課題を感じていて、で今あるその5年前ぐらいの感覚で言うと、特にアストロダイナミクスにおいてほとんどの場合そのプランニングっていうのがその、ここら辺にいるでしょうっていう、期待値を出発点としてそのプランニングをするっていうことをしていて、でもそれって情報が落ちてるじゃないですか。要はそのこの例えば不確定性に関する情報が落ちてることになるんですね。でそれは結構プランニング側の傲慢だと思っていて、でこれをどう滑らかにできるかっていうことを追求したいですっていうようなことを書いて出しましたね。それがスタンフォードの。そうですね。なるほど。それが1個目で、それとそのもう一つは複数衛星機を強調させるときにどうロジスティクスが GNC に入っていけるか、ないし GNC がどうロジスティクスに影響を与えるかみたいなことに関する論文を書きたいみたいなことも言いましたね。なるほど。だから S ラブに入る段階での、宇宙機に対する課題意識っていうのがもっとあって、そうですね。で、S ラブのやってる内容とマッチした、もしくはそこでやろうとしてる人たちの、雰囲気にも合致したみたいな、そうですね。本当にそういう感じでしたね。いろんなラボ受けましたけど、やっぱり今いるラボはやっぱり衛星を飛ばすっていうことにものすごい情熱をかけているラボなので、その課題設定がリアルというか、その100年先のことはあんまり気にしてなくて、今できるもので今その技術を社会に実装するんだっていうモチベーションがすごい強いラボで、逆に言うと例えば今の教授とかもですけど、最適化とかそんな好きじゃないんですよ。その僕がすごいやりたいと思っているようなことってそんなに別に好きではなくて、多分その思想としてはなるべくシンプルなもので、なるべくその簡単に打てるならそれでいいっていうスタンスなんですけど、それをどんどん押していった時にようやくその例えば高等テクニックが必要、統計的な処理であったりとか最適化であったりとか機械学習が必要になってきて、それをその要はその理論側からこういうケイパビリティがあってそれをアプライしようっていう方ではなくて、今こういう課題があって既存のものでは解けないから、その不詳不詳っていうと言い方がちょっとあれですけど、その少しずつ取り入れていくっていうスタンスが自分の中ではすごい合ってるなっていう。自分は特に結構こういうケイパビリティを見てやろうよって言いがちなタイプなので、教授がそこに待ったをかけてくれるところがいいなっていうのはすごい思ってたところなんですね。ボトムアップなところがありますよね、今の教授の話。間違いないです。はい。それはエンジニアリングの中ではすごくどっちも絶対重要だと思うんですけど、常に議論になるものだと思ってて、で、そのダミコ教授の話が出てきましたけど、彼は結構やっぱ今現在目の前に見える課題っていうのを解決するためにエンジニアリングをアプライしましょうっていうスタンスなのかなっていう感じがしてて、そうですね。サミコさんはそういう教授の印象とかってやっぱ初めからそういう感じですか？そうですね。やっぱり彼自身もともとすごい長い間実ミッションにドイツで関わってましたし、何機も衛星を打って、でその上でアカデミアに来てるので、そのバランスはすごいいいなと思っていて、であんまりその論文に対してももちろん論文を書くのが PhD の仕事ですけど、その論文よりも大事なことがあるっていうのがすごいはっきりしている人なので、やっぱりその実際にそれが自分の書いたアルゴリズムが宇宙に乗るということが大事であるっていうのが、そのスタンスが崩れないのはすごい一緒に働いてていいなと思いますね。ハードウェアで実験できる設備も整ってますよね。そうですね。あれを初めに作ったらやっぱすごいなって思いますね。そうですね。そのすごいなんていうんですかね、
最近改めて思ったんですけど、やっぱりなんていうんですかね、宇宙に物を飛ばすということがぶれない人だなってすごい思っていて、例えば、僕の今の研究分野で似たようなことをやってる人たちって結構例えばホバークラフトとかでを宇宙機に見立てていろいろそれをロボットを動かしてうまく制御できましたみたいなことをやるんですけど、それは全く彼的に言わせると、彼の視点で言うと全くなんていうんですかね、実際に起きることではないっていうことをすごい言っていて、アルゴリズムの検証ができたところでダイナミクスが違うんだから何が起きるかわからないじゃないっていうのが彼のそのスタンスで、一方で彼が今持っている例えばロボットアームとかを使ったものって実際に衛星が見る写真であったりとかを、限りなく近い状態で撮るっていうことができる装置で、それの例えばホバークラフト的なものではなくて、あくまでそういうことにこだわるっていうのは、やっぱり彼の宇宙に物をちゃんと飛ばすっていうことの軸がすごいあるなと思って、そこはすごい素敵なところだなっていうふうに思いますね。うん、第一原理的な考えにもなるかもしれないですね。そもそもじゃあそれ本当に最終的にそういうホバークラフトとかのアルゴリズムが出来上がったとして、実際にそれ宇宙機に使えますかっていう、はい、そのつながりの部分を見るそうですね目がすごいある、そうですね、間違いなくそうだと思います。もちろん彼もなんていうんですか、常に目の前のことだけやってて研究が進むわけではないことは分かっていて、ある程度人によって何年先を見るかみたいなのがすごいバリエーションもあるんですけど、ラボの中で。ただその中である程度多分彼のビジョンの中である程度なんていうんですかね、連続的にそれがつながっていくように多分研究をデザインしているので、そこはすごいいいなと思いますね。アカデミアでよく批判が来るなんていうんですか、セオリーばっかりやって結局それ乗らないじゃんみたいなことがあんまりないんだろうなっていうのを思いますね。いやまさにアカデミアとインダストリーのギャップってところはちょっと気になってるので、話したいんですけどスタンフォードにいると、スタンフォードってまさにシリコンバレーの近くじゃないですか。だからテック企業とか多いですね。めちゃくちゃ多くて、一番活発なところだと思うんですけど、そういうテック企業と大学のコラボレーションってどういう感じなんですかっていうと、例えばうちのラボも去年の6月ぐらいにシーザーっていうリサーチセンターを立てて、で、産学連携で、宇宙 ×AI をしましょうっていうリサーチセンターを立てて、で今僕も PhD は半分は日本の奨学金財団からいただいていて、でもう半分はブルーオリジンの方から研究をグラントとしていただいていて、彼らのお金で、リサーチをやらせてもらっているっていう感じで、そこら辺のコラボはものすごい強いですね。必ずしもシリコンバレーの企業じゃなかったとしても、やっぱり目立つというか、そこでいい連携が組めているっていうのはものすごいありがたいことの一つだなと思いますね。ラボの中だけじゃなくて、やっぱり企業の人と会ってこういうニーズがあるみたいな話を直接してもらえるので、やっぱりそういうところに、僕もやっぱりすごいそういうところにリサーチのそのインスピレーションがあると思うので、解かなきゃいけない問題っていうのがものすごいはっきりするっていう意味ではすごいありがたいなと思いますね。あと宇宙じゃなくてもものすごいやっぱりいろんな業界のなんていうんですかね、VC だとかエントレプレナーだとか投資家とかがすごい出入りしているので、業界のトレンド、テック全体のトレンドについていけるっていう意味ではすごいいい環境だなと思いますね。インターンに困らないですね。そうですね。宇宙じゃなければインターンに困らないと思いますね。でも引く手あまたなどなんですかね。どうなんですかね。どうなんでしょうね。まさにものを作ってるエンジニアリング、JPL もそうですよね。そうですね。パセディーナの方で、サンフランシスコ、ロスとサンフランシスコちょっと遠いですけど、それでも割と近い部分にあって、実際のエンジニアリングの問題に対してどういう研究課題として取り扱って、それをどう研究内容にして、宇宙機に反映できるかっていうところは重要かなっていうふうに思ってます。さっき
ちょっと話が出たアカデミアの中では、セオリー重視に行き過ぎがちというか、それを重視しすぎて実際のアプライのところはあんま気にしてないみたいな批判が来るということあると思うんですけど、例えばですけど今まさにいろいろ言われてる機械学習とか AI ってまだやっぱ、さっきチャンスコンストレイントとかそのエクスペレナビリティ説明可能性とか、人間の目で見てっていう、条件で、アプライできるんじゃないか、もしくはミッション設計とかタイムホライズンが長い時間軸が長いものだと、できると思うんですけど、そのギャップを埋めるためにどうしていくべきかとか、何がそもそもなんでそういうギャップが生まれているかとか、思ってることはありますか？一番あるのはそのアカデミアでやっぱり研究をする論文を書くにあたって新しいことをしないといけないっていうその外圧がすごいかかっていると思うんですね。でその新しいことと解かなきゃいけないことっていうのは必ずしもその一致しないというか、一致してくれたらまあいい論文になると思いますけど、往々にしてその何が本当に解かねばならないのかっていうことに応答できにくくなってるっていうのは思いますよね。で良くも悪くもでもそれは航空宇宙に限って言えばロボティクスとかにロボティクスはちょっとあんまり一般化したくないですけど、僕もあんまり詳しくない。航空宇宙に関して言えばそれだけ技術が成熟しているということの裏返しだとも思っていて、ある程度そのファンダメンタルな衛星を運用するっていうことにおいてはもうほぼ知見が多分たまりきっていて、昔その造船工学みたいなのが大学の学部であって今ないのと同じように、だんだんその航空宇宙自体もその学部としては消滅していくかなと思っていて、50年後に航空宇宙という学科があるかっていうのは結構怪しいなと思っていて、機械工学とかにやっぱりその吸収される気もしたりしなかったりしていて、そういう意味ではそのアカデミア側がそのもう少し責任を持って新しいことをやりきるのがまあ大事かなと思っていて、そのなんていうんですかね、ケイパビリティとその実際に解かなきゃいけない課題が違うっていう話をさっきもしましたけど、ケイパビリティを新しく得ることでどういう問題が解けるのかっていうことをもう少しそのフィデリティを上げてアカデミア側が提示できるとすごいいいですよね。これはすごい僕が普段やっていても思うことで、そのなんか難しい最適化とか、例えばチャンスコンストレイントとかもその、数学的に難しい議論をして、良さげなものは出てくるんですけど、じゃあそれが本当に重要なのか。例えばなんでしょう、ランデブーとかの実験をしたなんか新しい制御機構が欲しかったとして、そのチャンスコンストレイントとか例えば本当に10メートルぐらいの距離感でどういう角度姿勢でどういう距離感でっていうのがなんか分かんないですけど、1ミリとかの単位で精度で分かっているのであれば 0.1 度とか、もうそういうことを考える必要ほぼないんですよ。要はその期待値の場所でもほぼ確定ですっていうのが言えるので、なんであんまりそこがじゃあ本当にアプリカビリティがあるかっていうと、ちょっとそこにはクエスチョンマークがついたり、その必ず新しいことをやるのになぜそれが必要なのかっていうことをちゃんと主張しないといけないと思っていて、それをしない論文が本当に多いですよね、やっぱり。まさにそうだと思ってるところが不確定性の部分はそれこそハードのノイズが一番初めはそこが元になってきてますし、ね、あとレンジングの精度とかって本当に確かに1ミリとか10センチとか1センチとかで分かるのであれば別に、誤差をそんな考えなくても決定できるんだからそれで制御すればいいよねっていう、ケーパビリティをでもそっちにフォーカスしてる人ってやっぱなかなか実機のというか、実際のプロジェクトの方の、制約、めちゃくちゃいろいろ制約があると思うんですけどっていうのに目を向けるのが難しいし、一方でこう実機のことをやってると本当に実機のものを作るのだけでも勢力が半端ない勢力が必要でそれを抽象化して理論化してでもっと他の宇宙機にも使えるような他の、
まあ、宇宙機だけじゃなくて他のアプリケーションにも使えるような、メソッドにするっていうここの労力もかなり必要、難しくて、ここのバランスを取るのってどうやっていけばできるんですか？一人でできるものではないような気がするんですけど。そうですね。僕も別にそんなにエンジニアリングの知見があるわけではない、そのものづくりに対する経験があるわけではないので、すごいそこは難しいなと思っていて、やっぱり研究すればするほどそことちょっと乖離している感じが否めないなと思って、ちょっと悲しくなるタイミングがあるんですけど、どうなんでしょうね。なんだろう。ただそれが割とうまくいってる分野もある。自動運転とかは結構それがすんなりいっている分野の一つかなとも思っていて、その割と例えばテスラのFSD、フルセルフドライビングとかのシステムがその結構もう全部そのディープラーニングベースで書き換わったりだとか、なんかやろうと思えばできる話ではある。そのケイパビリティを取ってみるっていうのはそのやろうと思えばできる話だと思うんですね。ただそこに対してもう少し例えば宇宙とかのコンストレイントが入ってくると、その安全性の問題とかいろいろ入ってきて現実的に難しいみたいなことがあると思っていて、じゃあその究極的にはそこを仲介できるそのなんていうんですか、地上で試験できるハードウェアみたいなのがもう少し組まれることに、それをどうやって組むかっていうことにみんな頭を使うのは一ついい手なのかもしれないですよね。例えばなんでしょう、どういうふうに例えば軌道のダイナミクスが反映できなかったとしても、どういうふうにフィジカルなシミュレーターを作れば十分これでいける、新しいアルゴリズムがいけるって言えるのかっていうこと自体が多分一つの問いであるべき、要はそれ自体が研究対象であるべきだと思うんですよね。宇宙のことを、宇宙のアプリケーションとかをやってると、自動運転はやっぱ観測データがものすごいたくさんあって得やすくて、で宇宙って本当に一回飛ばさないと、そうですね、実データが得られないので、まさに今おっしゃったようなフォーカスの仕方がどんどん重要になっていく、まさにその AI のところでも、シミュレーションとリアルギャップ、そうですね、シムトゥリアルのギャップって今ビジュアルのデータとかで、シミュレーションで出てきた画像データと、実際に宇宙で撮った画像データが結局違うんじゃないみたいなので、アプライするのが難しいと思うんですけど、そこがやっぱどんどんフォーカスされていって街は成熟していくと、宇宙と地上試験がもっとやりやすくなって、そうですねっていう、そのプラットフォームの構築が、シムトゥリアルのつなぎ目でもあり、もしかするとアカデミアとインダストリーのつなぎ目かもしれない。そうだと思います。本当に例えばですけど、うちのラボとかにもちっちゃいロボットアームの実験設備があって、でもちろん1分の1スケールじゃないですし、ただインダストリとかにあれをもっとでかくしたようなものがあったとすると似たようなシステムで、でもそれは例えば 10m 20m のサイズで、1分の1スケールで実験ができますとかなると、段階としてすごいクリアですよね。ラボの中で 5m ぐらいの、例えば3分の1とかのモデルでやってうまくいきました。それを1分の1でやりました。じゃあそれ次宇宙に乗るよねみたいな、プロセスがすごい簡略化されると思うんですね。それは多分必ずしも何ですかね、要はそこのつなぎ目の部分をもう少しハードウェア中心にエンジニアリングのデパートメントが全部やれるといいのかなっていう気はすごい常々思いますよね。これはもう希望ですね。そうなるといいですね。ただハードウェアってやっぱりすごい大変なので、僕はあんまりハードウェアやんないですけど、見てすごい大変そうだなとは思うので、そこは本当になんか解ききれないですよね。どう頑張っても。ランデブープロキシミティ、オペレーションの話で、ちょっと簡単にランデブーと、プロキシミティオペレーションとドッキングっていうものの内容を教えてもらってもいいですか？それぞれランデブーって何なのか、プロキシミティオペレーションとどう違うのか、ドッキングって何が違うのかみたいなところ。ランデブー自体は例えば複数の衛星に関して言うと宇宙機がある程度速度を一致させて
追従したりだとか、その幾何的なその形式がそこまで変わらないような形で、追従だったりとかすることがランデブープロキシミティオペレーションに入ると、大体例えば、特定の宇宙機に対してもっと近いアプローチをかけてぐるぐるその周りを回ったりだとか、接触をしない形でいろんな角度からいろんな距離から物事を見るっていうのがプロキシミティオペレーションで、最後ドッキングになるとそれに対して物理的に接触をかける、要はつながりに行く、ないし破壊する、みたいなことが、RPOD の、3つの大きなカテゴリーですね。時系列的に見ても、ミッションの一つの中で R が来て、PO が来て、ね、D が最後に来る。そうですね。の中で。そうですね。それに関してなんか研究とか、されてたりしますかね。それに近い研究みたいな。そうですね。今やっている研究も基本的にはどちらかというとプロキシミティオペレーションのあたりのパスプランニングをどうオンボードでやりきれるかっていうことを基本的には研究していて、マシンラーニングを使うっていうのも例えば一つの回ですし、よりいいダイナミクスのモデルを作って新しい力学モデルを作ると何かしらの制御が簡単になるみたいなアプローチもありますし、もっと例えばそれを宇宙機で大きなすごい問題の一つが、例えば姿勢と平心運動がどうカップリングしてくるかみたいなことにフォーカスを当てたりとか、いろいろ押し出せるアングルはあると思っていて、博士を通してそういうことに貢献できたらなというふうに思ってます。面白いですね。ダイナミクスの話ってすでに割と出来上がってるものっていうふうに思われるとは思うんですけど、やっぱまだ道筋というか、これ話せる範囲で全然大丈夫ですけど、まだ展開できる部分ってあるんですかね。そうですね。特に最近はやっぱりシスルナが月空間でのランデブードッキングのニーズがすごい高まってきていると思っていて、で地球と比べて地球のフォーメーションフライトって、20年近く前からものすごいレガシーがありますけど、アポロではドッキングやりましたけど、月軌道上で特に3体問題、地球月宇宙機の3体問題の周期回になるような軌道上でのランデブードッキングっていうのはまだあんまり実証できていなくて、でゲートウェイとかを今後作っていく上ではものすごいそれが重要になってくるっていうのは間違いなくて、でそれの流れとしていかに地球でできていたことを今度月の周りでやるかっていうことはまだまだアテンションが集まる話だと思います、でまだやれるところがあるなというのは感じているところですね。なるほど。地球周りの RPOD のダイナミクスってヒル方程式とか CW 方程式とかって、1980、ちょっと年代わかんないですけど1980年代ぐらいからあって、ということでそれは二体問題の中でデペティチェイサーというか、デペティもう片方なんだターゲットがあると思うんですけど、月の周りってなると重力場としては地球と月に対してもう一つ物体があって、でそのもう一つの物体が2個、実際は2個あるというそうですね。問題。そうですね。合計 4つの物体を考えるってことですよね。そうなるとまた違ったダイナミクスが出てくるというか、そうですね。面白い味の出方がするみたいな。そうですね。ダイナミクスは本当に終わりがないと思っていて、常になんていうんですかね、世界がどうであるかを記述する分野じゃないですか、ダイナミクスって。なので常にそれがよく簡単に記述できるのであれば、それを採用しない理由はないと思っていて、かつフィデリティもあるっていう。そうです。よりフィデリティがあって、より簡単でよりシンプルな表現手法があれば、それを取らない理由は間違いなくないので、制御は結構こういうリスクがあってとか、これエッジケースがあってとかありますけど、それこそ一番最初にお話ししたように、物理は嘘をつかない、ダイナミクスは嘘をつかないので、これをもっとちゃんと掘っていって、新しい表現手法みたいなことを確立するっていうのは本当に重要な研究だと思ってます。例えば二体問題の軌道ってものすごい今綺麗に表現できますけど、でも現実的には例えばそれの上にいろんな乗乱が乗っかって、
でもしかしたらそれをもっとうまくその効率よく表現できる方があるかもしれないっていうのは常に思いますし、まだまだそういう意味ではやれるところがあるのかなっていうふうには思いますね。いや哲学じみたところに入ってくるのも面白いですね。そうですね、そうですね。もうやっぱりケプラーの時代からずっと続いている学問なので、そんな簡単には終わらないと思いますね。まだまだやれることはいっぱいあると思います。はい、2018年に国際哲学オリンピックっていう、はい、僕はそれを初めて聞いたんですけど、はい、哲学オリンピックっていうのは何ですか？数学オリンピックはイメージつくんですよ、はい、問題が出てで、そうですね、答えもあるので、そうですね、審査員の方は困らないと思うんですけど、はい、哲学オリンピックっていうのはどういう、哲学オリンピック自体は出てはないんですよね、最終的に。代表自体してはい、国内大会で代表に選んでいただいて、高校のバスケの試合と重なって行かないっす哲学オリンピック自体の話をすると、簡単に言うとエッセイコンテストみたいな感じで、問いがないんですね。まずエッセイを書くんですけど、で一番最初に5つぐらい誰かの文章だとか引用が5つぐらい候補として出てきて、でどれか1つ選んで好きに論じようみたいな。で一番簡単な例で言うと、例えば松尾芭蕉の古池や河津飛び込む水の音みたいなのがポンって書いてあって、これについて論じようみたいなことが哲学オリンピックのスタイルで、当時のスタイルで、基本的にはそこから何を問うべきなのかっていうのを自分で作り、そこに対してこれはどういうことである、どういう例えばことが演繹されるみたいなことを議論するんですよね。でそれなんでみんな全然違うことを書いて、それに対する評価が出るみたいな感じですね。評価の仕方としては、多分評価側に回ったことはないと思うんですけど、そうですね、評価の仕方としてはロジックの組み立て方とか、どちらかというとそっちに近いと思いますね。ただ当然ですけど定量的なロジックの組み方ではないので、ちょっとまた違うテイストがあって、それはすごい楽しかったですね、やっていて。今毎日過ごしてる中で、今日めちゃくちゃ働いたなとか、今日成果出たなとかっていう最高の一日は、一日の始まりから、終わりまででいうとどういう時間の配分でいうとどういう感じになりますか？難しいですね。どうだろう、うまくいく日ってでも非連続にうまくいくと思っていて、やっぱり研究的な生活をしていると大体うまくいかない問題があって、3日か4日ぐらいずっとみたいなうまくいかんみたいなことを思っていて、ある日瓶の蓋が取れるような勢いでヒュッてそれが溶けるみたいな瞬間があって、実際に日頃の生活で言うと、朝8時ぐらいにラボに行きで、遅いと夜8時ぐらいまでいるんですけど、そうですね、でもそれが結構もうスタイルというか、ずっとそれを毎日繰り返すみたいな感じになっていて、あんまりどうですかね、そのライフスタイルがすごい身についているというか、そうです、それをあんまり完璧な一日っていう表現かわかんないですけど、それを毎日ちゃんとやるっていうのが大事なのかなっていうふうに思いますね。継続して同じように毎日決めたスケジュールで、そうですね、苦しい時もあるけどというか、そうですね、もちろんそうですね。大体苦しい時間が続くけど、それを続けることで成果っていうのが出てくるみたいな。ある机の上に座ってるだけのためで、でもちゃんとそこに対して時間を使うってすっごい大事だと思うんですよ。例えば仕事とかしてて、いろんなメールが入ってくるとか、よくわかんない雑用メールが入ってくるとか、そういうの多分すごいいっぱいあると思っていて、ちょっと教授にこれやってくれないみたいな話とか、自分の今やりたいことと関係ないことをいかに遮断するかっていうことにものすごいエネルギーをかけてますね。ちゃんと自分が解きたいと思ってる問題に正対できる時間をいかに最大化するかがすごいキーだと思っていて、普段朝とかにラボついてメールを全部返して、で授業も全部やって、午後
お昼ご飯終わるともう本当に考えることがそれしかないみたいな状態になると、自分の中でいいパフォーマンスができる時間帯なんだなと思いますね。他のことあるとやっぱり研究って辛いのでその他のことやりたくなっちゃうんですよね。例えばちょっと書類書かないといけないとかも先にやりたくなっちゃって、でそれで一回抜けて戻ってきた時にはもう何考えてたっけみたいになっちゃうので、それをなるべく排除して、朝すごいそのやることリストを書くんですよ。メールを返すとか、なんか返事をするとか、授業のレコーディングを見るとか、宿題をやるとか。でそれの一番最後に研究があって、でそれをそうしないと僕は研究全然できなくて、それをそのどんどん消してって、で終わり次第そこから研究ができるっていう感じにしてるんですよね。なるほど。ディストラクションの部分をできる限り早めに潰してしまって、で、集中できる環境を作る、環境づくり、自分の周りの環境づくりをして、でこれよく言われるんですけど、結局人ってマルチタスクできなくて、ジャンプして、タスクホッピングばっかやってると、コグニティブロードというか頭の中で、また奥の方からメモリに持ってきて、それでまたタスク始めないといけないっていうので、そういう仕事の仕方というか、そういう風にやっていくっていうのは効率を上げる上ですごい大事かなっていう感じしますね。もうなんかちょっと祈りにも近いですよ。だんだんずっと考えて、何かを考えて、でだんだん深くなってきてみたいな。でそこでみたいなことが起きたりっていうのはすごいよくあると思うんで、それはすごい大事にしてますね。周りの人も集中する方法とかって人によって全然違うと思うんですけど、周り見ててなんか思うことってありますか？この人は仕事の仕方全然自分と違ってて、アプローチの仕方とかって、例えばずっと一つのことに作業しなくても、結構タスクをコロコロ切り替えながらも結構成果出す人って結構いると思うんですよ。そうですね羨ましいです。あの人たちはどうやって頭を使い分けてるんだろうっていうのがあるんですよね。そうですよね。なんか多分タスクの切り替えとかなんかは結構人によると思うんですけど、スタンフォードに来てすごい思うのは、そんなに飛び抜けた天才っていないなと思っていて、なんかみんなちゃんとでも時間を使う人がやっぱり残ってるなっていうのはすごい思うんですよね。一歩一歩ちゃんとやれることに対して毎日、例えばオフィスに行くならオフィスに行ってで、すごい当たり前の話なんですけど、それを人の 1.2 倍ぐらいの強度でできると、ちょっとこの人よく残ってるとかの積み重ねですごいそれが指数関数的に変わっていくんだろうなっていうのはすごい感じることが多いですね。もうなんかこいつの発想力にはもうどうやってもかなわんみたいなことはあんまないと思っていて、やっぱりコードをすごい書けるやつは一生コード書いてるし、やっぱり楽しそうに書いてるし、そういうことなのかなっていうのはすごいやっぱり楽しんでるやつに勝てないので、最終的にはオタクには勝てないですよね。本当に無理です絶対無理なんであんまり楽しくないことに時間を使わないようにしてますね。そういった意味ではだから才能と、ネイチャーナーチャープラス、才能とあと、努力の話がよくありますけど、結局自分が努力できる分野に才能を見つけ出すというか、逆かもしれないですね。才能のある部分に努力できるような環境に持っていくっていうのが重要かなと思ってて、それこそ中学2年生の時から考えたっていうのも、自分をそっちの方にどんどん向けて、研究の方向に向けていったっていうところがあるのかなって感じしますね。それはそうかもしれないですね。中学受験の時から中学受験したんですけど、国語と社会が得意で、算数と理科は苦手で、ずっと苦手で、全然計算とかちゃんとできなくて、もうずっと計算ミスするタイプの人間で、中学高校に入っても全然数学はできなくて、物理もできなくて、なんなら。で、特に周りにすごい優秀な奴らがいっぱいいたので、そういう意味では全然タレント自体はないなと思っていて、理数系のことに関して。でも、中学高校で全く授業とかではなかったですけど、宇宙やりたいなとずっと思っていて、でもそれさえあればある程度のところまではいけるんだろうなというふうには思っていて、でそこが揺らがないと多分そこに
あんまり人と比べなくなるので、その目的を内的なものにできるので、それはすごい自分の中ではありがたいというかラッキーだったことかなっていうのは思いますね。はい、じゃあちょっと最後にこれまで大学入って、今大学院に行ってっていうので、今高校生とかも大学生とかもしかしたら見てるかもしれないんで、そういう人たちが、自分のやろうとしてる道、特に研究だけじゃないんですけどに行けるようななんかアドバイス、今もう話してる中でかなり出てきたと思うんですけど、最後に付け加える言葉があるとすれば。そうですね、なんか人とのつながりを大事にするのがめっちゃ大事な気がしますね。本当にそれはすごいよく思ってるんですけど、見出される人にしか見出してもらえないと思っていて、で見出されない人の前に座ってても見出してもらえないので、なんかそこのなんかいい意味で諦めの良さと、見出してくれた人に対してちゃんといいパフォーマンスをするっていうのはすごい自分がいつも心がけていることで、当たり前ですけど、例えばその昔一緒に仕事をしてた人とかで、この人ともう少し仕事したいなとか思っても、いろんなその関係でうまくいかないこととか、例えばたまたまもしかしたらそれがお金絡みのことかもしれないし、例えば教授がごめん予算がなくなったみたいなことかもしれないし、お互いなんか別の仕事が忙しいとか、そういうのってすごいあると思っていて、でそういうのは途中でも言いましたけど、人生における上乱だと思っていて、もうコントロールしきれないと思っていて、ただいろんな人とどっかのタイミングでまた一緒にいい仕事ができたらいいねっていうのはすごい思ってますし、なんかそこのタイミングと縁をすごい大事にするっていうのは心がけていることですね。でなるべく切らさない、切れちゃうものは切れると思いますけど、そこでしかないなと思いますね。やっぱりいい環境にいれば人って伸びると思いますし、そうじゃないとすごいもったいない時間の使い方をすると思うので、そういう意味ではなるべくいっぱいいろんな人に会って、でどういう場所だと自分が楽しく過ごせるかなっていうのをちゃんと考えることに時間を使う、で試してみるっていうのがすごい大事かなっていうふうに思ってますね。田久保さん、今日はめちゃくちゃ面白い話ばっかりでありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今後もJPL の話を聞いて多分いろんな人がアプローチしてくるかもしれないしスタンフォードでも、今まさにやってるような研究をもっともっとゴリゴリ続けていただいて、現実にしてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いえ、ありがとうございました。はい、楽しかったです。